こんにちは、スンダモンなのだ。こんにちは、四国メタンです。イスタンブール旅行4日目の動画なのだ。観光最終日だから最後まで見てね。今は朝の9時前でトルコイスラム美術博物館に着いたのだ。場所はアヤソフィアやブルーモスクから歩いて3分もかからない場所にあるわ。今日はここから観光をスタートしていくのだ。この博物館ではオスマン帝国時代の展示物をメインにトルコとイスラム教との関係が深い展示物もあったのだ。撮影だけど係の人に聞いたら屋外エリアと絨毯の展示エリアは写真 OK とのことだったわ。クソデカ猫ちゃんがいることもさることながら2階建てに相当する大きい絨毯は圧巻だったのだ。博物館を90分くらい見学したらエミニョリに移動してフェリーに乗るのだ。これからイスタンブール中心部を離れてビユック島に移動するの。11時ちょうどに離岸して12時半には目的地に到着予定なのだ。この島はイスタンブール圏で意外と東西に長いのね。イスタンブール圏の東西の全長が150キロだから例えると東京駅から軽井沢駅までの長さに相当するのだ。ちなみに船は2階建てで1階部分には売店があってスナック菓子だけではなくその場で入れてくれるトルコ茶もあったわよ。ということで予定通りに12時半にビユック島に着いたのだ。下船すると外国人観光客には係員が帰りの時刻表がある写真を撮ってねと言われたわ。こういう案内があるのはとても安心できるのだ。それで島に来たのはいいけどどこに行くのかしら。ここでは電気バスやレンタルサイクルもあるけど観光スポットは歩いて行ける場所にあるのだ。それじゃこの島を歩いて観光するのね。ここはミッチマンションと呼ばれて弁護士という肩書きだけど天文学にも関心があったのだ。建物左側には天体観測をするための塔も併設されていたの。イスタンブールで名声のあったミッチ弁護士の邸宅なのだ。人混みから離れて庶民的な暮らしを見れるのは大好きなのだ。歩いて15分くらいで高台にも行けるし海辺は整備された歩道で対岸を望めるわよ。なんといってもしつこい客引きもないからストレスがないのだ。居心地よく海外旅行できるのは少し驚いたわね。もうすぐ16時発の帰りの船が出るからケバブサンドを買って船内で食べるとするのだ。イスタンブールのケバブサンドはフランスパンが主流なのね。日本で食べるケバブとは使われているパンの種類が違うのだ。ただフランスパンの主張が強いから好みが分かれると思うのだ。ということでイスタンブールの中心部に帰ってきたのだ。ちょうどアザーンというイスラム教の礼拝時間を知らせるアナウンスが流れているわね。エミニョニの鳩場から歩いてすぐにアルエニモスクに行くのだ。まず中に入ると手足や口を洗うためのうどんをする場所が設けられているの。日本に例えると上手だと思えばいいのだ。そしてモスク内は土足現金でシューズロッカーがあるの。奥にはイスラム教徒たちがお祈りしているのだ。奥に見えるのが男性の信者で女性は別の区画で礼拝しているの。
ここでは外国人観光客も入れるけど、立ち入れる場所が制限されているから気をつけてね。そしてホテルに戻ってトルコ最後の夕ご飯を食べるのだ。最後はケバブライスで締めるのね。前菜のスープとパンでちょっとお腹がいっぱいだったのだ。そして薄いパン生地とライスがあるから好きな方でケバブといただくのだ。ということで今日がイスタンブールから離れる日なのだ。年末年始の一人のイスタンブールは楽しかったわね。朝一にイスタンブール空港に着いてからトルココーヒーのアクティビティと中身も充実していたのだ。定番の観光地から船で旅したりと充実していたわ。旅行の全日程を通して治安も良かったのだ。人もみんな親切だったのもいい思い出ね。それでは名残惜しいけど今回のイスタンブール旅行動画は最後なのだ。概要欄にもイスタンブール旅行の初日の動画が見れるからよろしくね。それでは最後まで見てくれてありがとうなのだ。ありがとうございました。